私が馬橋教会にいた時ね、福岡市でいた時にですね、後輩が訪ねてきたんですね。クリスチャンで教会あんまし行ってない後輩だったんですけども、そしてなんか相談があるって言うんですね。それで、その相談聞いたんですね。そしたら、司法試験を狙ってたんですね。ところがそれが受からなくて、もうかなり5年とか6年とか7年浪人してたのかな。それでね、ちょっと諦めたんですね。それでね、教師試験に切り替えた。そしてね、試験に行ったらね、合格したんだそうです。高校の教師になりたいということでね。それで受かったんですね。ところがね、合格したらね、今のシステムとその当時のシステムがどうなってるか分かんないんですけど、高校の先生になれるってんじゃないんですって。高校の先生の資格を受けたってことなんですって。それでね、資格を受けた人たちは、7月頃受かったのかな。12月までにね、高校からオファーがあるんですって、高校の先生になってほしいっていう。そして、高校の先生になるんですけども、受かるんだけどオファーのない人もいるんですって。で、その人はですね、12月まで来ないと、大体もう高校の先生になれないんですって。そうするとですね、もう一回教師試験を受けて受かって、そしてですね、高校のオファーが来るのを待つか、他の働きに入った方がいいかっていう状況になるんですね。それでね、彼ね、年取ってるからオファーが来なかったのよ。それでね、結局、高校の先生になれないと思ったんですね。それでもう一回高校の先生になるために、教師試験を受けるかどうかっていうふうに迷って、そしてね、私のところに来たんですね。それでね、私、ちょっと聞いたんですね。あなた祈りましたかって。そしたらね、祈らないってじゃあまず祈りましょうって言ってですね、そしてちょっと思いのうちに来たんですね。それは何かっていうと、これでいける。ね。それで祈ったんですね。そしてどう祈ったのかっていうとですね、教師試験の資格を取っていますから、これで教師にならしてください。こう祈ったんですね。で、彼は言うんですね。それは、不可能だって言うんですね。じゃあ不可能かどうかわかんないわけですね。要するにね。そしてね、この、受かった資格を用いて、教師にしてくださいってお祈りしたんですね。そしたらね、神の力っていうのはすごいもんですよね。1週間以内に連絡が来たんで、それはどっから連絡が来たかっていうとですね、ここからじゃないんですね。なんかその時に、教師試験の受かった人の人数の割合がうまくなくて、小学校の先生はね、足りなくなっちゃったんですって。それでね、どうしたのかっていうとですね、高校教師の資格を取った者たちにオファーが行ったんです。ではどうなったのかっていうとですね、結局ね、小学校の先生になった。そしてね、1年小学校の先生をやって、それからね、高校に移ったんですね。でまさに神様の手をその中に感じる不思議な出来事でしたし、また同時に祈ってから1週間以内に連絡が来て、動きが起こった中で、祈りの力とね、恵みっていうのを感じます。